こんにちは、ケイゴです。あなたの友達が日本語で聞きます。マリアさん、結婚していますか？あなたは考えます。結婚しています。しています。ているは ing だから I'm getting married 違います。I am married。 もう一つ、友達が写真を見ています。この子、お母さんに似ているね。似ている。She is resembling her mom。 違います。 She looks like her mom。 おかしいですね。ているなのに ing じゃない。じゃあているって何なの？今日全部わかります。日本語の動詞は3つのタイププラスおまけ1つに分かれています。このタイプを知っちゃえばているはもう迷いません。それでは進みましょう。この分類を作ったのは金田一春彦先生。日本語の研究でとても有名な言語学者です。金田一先生はこう考えました。ているをつけたとき動詞の意味がどう変わるか、それを調べて日本語の動詞を分けました。1、状態動詞ているが使えないことが多い。2、継続動詞ている動作の最中。3、瞬間動詞結果の状態。4、おまけ第4種の動詞。状態を言うときているが自然になりやすい。3つのメインと1つのおまけです。1つずつ見ていきましょう。1つ目、状態動詞。この動詞はちょっと特別です。なぜかというとているの形は普通しません。見てください。机の上にペンがあります。じゃあ、歩いていますは言えませんね。聞いたこともないですよね。猫がいます。猫がいています。やっぱり変です。日本語ができます。能力があるという意味ですね。日本語ができています。この意味では使いません。ただし、ここ、面白いポイントがあります。日本語の会話では、この子意外と仕事できているねって使うんです。文法的には状態動詞なのに話し言葉ではているが入ることもあります。こういうイレギュラーはどの動詞にもどの言語にもあります。でも基本のルールはできる状態動詞ているは不要。まずはこっちをしっかり覚えてください。ある、ありている、いる、いている、できる、できている。どうしてでしょうか？この動詞たちはもともと状態を表しています。あるはそこに存在しているという状態。いるはそこにいるという状態。能力のできるは能力を持っているという状態。すでに状態なんです。だからているをつける必要がありません。もう状態だからいらないよねということです。ここで英語の話をします。have, know, like, love, want, live。 皆さん英語でこう言いますか？ I'm knowing the answer。 言いませんよね。 I know the answer。 I am liking this song。 これも変です。 I like this song です。これ全く同じ理由なんです。 know, like, love は英語の状態動詞。もう状態だから ing にできない。日本語のある、いる、そして能力の意味のできるも同じ仕組みです。でもここが面白いところ。英語の live は状態動詞です。 I live in Tokyo。 これで OK。 住んでいるの意味です。でも日本語では住みますじゃなくて住んでいますと言いますよね。同じ住むという概念なのに英語では live の形、日本語では住んでいますの形が自然です。言語によって動詞の形の出やすさが違います。こういうのを知っていると、あ、だから英語と日本語で形が違うんだと分かります。では2つ目は継続動詞。この動詞にているをつけると動作が今進行中であるという意味になります。皆さん教科書で最初に習う
ているは多分これだと思います。読む、読んでいる。ケンジさんは本を読んでいます。今まさにページをめくっています。書く、書いている。マリアさんはレポートを書いています。今タイピングをしている途中、または今書いている途中ですね。歩く、歩いている。あの人は公園を歩いています。今一歩一歩歩いていますね。大事なことを言います。ているは英語の ing に近いです。I am reading, I am writing, I am walking でも近いだけです。同じではありません。なぜかというと、次の瞬間動詞を見たらわかります。ここ大事です。その前にもう一つ、継続動詞のているには習慣の意味もあります。毎朝走っています。これは今走っているではなくて、毎朝走る習慣があるという意味です。大学で日本語を勉強しています。今この瞬間の話ではなくて、普段やっていること、進行中だけではない、いつもやっていること、これもているを使います。これ結構盲点なので覚えてください。では3つ目、ここが今日の山場です。瞬間動詞。ここが一番多くの人が間違えるところです。この動詞にているをつけると、動作が完了した後の状態を表します。もう進行中ではありません。もう終わった、その後の状態です。さっきの質問を思い出してください。結婚する、結婚している。結婚するは瞬間動詞です。想像してください。結婚式、はい、誓います。この瞬間は一瞬です。結婚していますはこの一瞬の後の話。式が終わって指輪をしていて一緒に住んでいる、その状態です。だから英語では I am married 状態です。 I am getting married は式の最中。全然違います。壊れる、壊れている。この時計は壊れています。壊れるも瞬間動詞です。壊れた瞬間は一瞬。壊れていますはその後の状態。だから英語では It is broken 壊れた後の状態です。It is breaking は今まさに壊れている最中です。全然違います。始まる、始まっている。映画はもう始まっています。映画が始まった瞬間は一瞬。その後、上映中。大事なことを言います。2と3を並べます。2、継続動詞。食べている。もぐもぐしていますね。3、瞬間動詞。結婚している。指輪をしていますね。同じている。でも意味が違う。なぜでしょう？動詞のタイプが違うからです。これを知らないと、結婚していますを聞いて、今まさに結婚式の最中と思ってしまいます。知っていればもう間違いません。ここからちょっとだけ面白い話を追加します。ここまで見ている人は本当に日本語を勉強したい人だと思うので、もう少し深掘りしますね。タイプ2の動詞を見てください。読む、書く、食べる、歩く。これ全部他動詞、または意思的な動作ですね。自分がやろうと思ってやる動作です。そして時間がかかります。タイプ3の動詞を見てください。始まる、終わる、壊れる、つく。これほとんど自動詞です。自分の意思ではなく自然に起こる変化、そして一瞬で起こります。他動詞、意思的、時間がかかる。継続動詞の傾向。自動詞、無意識、一瞬で起こる。瞬間動詞の傾向。完全な法則ではないんですが、こういう傾向があります。この動詞は継続、瞬間、どっちだろうと迷った時、自分の意思でやる動作か自然に起こる変化かと考えてみてください。結構ヒントになります。
最後におまけ。金田一先生はこのタイプを第4種の動詞と呼びました。正式には状態を帯びる意味の動詞。そしてこのタイプは金田一先生のオリジナルの発見です。僕はこの動詞を少しキャッチーにこう呼んでいます。状態を言うとき、ているが一番自然な動詞。どういうことか見たらすぐわかります。お母さんに似ています。これは自然です。毎日聞きますよね。でもお母さんに似ますは文の置き方によっては言えます。でも今の状態を言うなら似ていますの方が自然です。この商品は優れています。自然ですね。この商品は優れます。説明文っぽく聞こえます。でも今の評価を言うなら優れていますの方が自然です。富士山がそびえています。自然です。綺麗な日本語です。富士山がそびえます。文語っぽく聞こえます。でも目の前の景色を言うならそびえていますの方が自然です。似る、似ている。優れる、優れている。そびえる、そびえている。面白いですよね。タイプ1はているが使いにくい。おまけは状態を言うときているがとても出やすい。正反対の意味なんです。こういう発見があると日本語の勉強ってちょっと楽しくなりませんか？今日の3ポイントプラスおまけ、もう一度。1、状態動詞ているが使えないことが多い。2、継続動詞動作の最中。3、瞬間動詞結果の状態。4、第4種状態を言うときているが自然になりやすい。ちなみにこの分類はてしまうの意味にも関係します。2の動詞にてしまうをつけるとし終える、本を読んでしまった、最後まで読み終えた。3の動詞にてしまうをつけると取り返しがつきません。壊れてしまった、時計が壊れてしまった、もう元には戻りません。同じてしまうなのに動詞のタイプで意味が違う。面白いですよね。では今日の内容を練習復習しましょう。問題1、マリアさんは手紙を書いて。3、2、1。正解は書いています。2番の継続動詞動作の最中です。問題2、電車はもう出て。3、2、1。出ています。電車はもう出ています。3番の瞬間動詞結果の状態。問題3、この子はお父さんに。3、2、1。似ています。この子はお父さんに似ています。4番のおまけですね。ているでしか使えません。問題4、机の上にペンが。3、2、1。正解はあります。1番の状態動詞ありていますではありません。全問正解できましたが、できた人もうているマスターです。次は第9弾。テーマは日本語の発音。ここが難しいです。動画だけでは追い切れないという方へウェブサイトにもまとめてあるので、そちらも参考にしてください。そしてもっと日本語を話したい方へ、概要欄のプレプリから僕と1対1のレッスンができます。体験レッスンもあります。いいね、チャンネル登録もぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。それでは、チャオチャオ。